こんにちは、まやです。先日、インスタグラムのストーリーで質問を募集して項目を50個に絞ったので、早速答えていきたいと思います。まず、自己紹介から。はい、まやです。1998年8月18日生まれの27歳です。血液型はO型です。生まれも育ちも福岡の生粋の博多っ子です。よろしくお願いします。MBTI やラブタイプ教えてほしいです。この MBTI の質問がすごく多かったです。私は INFJT でした。提唱者ですね。前は ISFJ だったんですけど、今回しっかり動画でお伝えするっていうことになったので、曖昧な答えとかをちょっとやめて、しっかり意味を考えながら答えていったら、この結果になって、なんか前もね、当たってはいるけど、ちょっとしっくり来ないところもあったんですけど、今回はすごい当たってるなって思ったので、私は INFJT だと思います。でラブタイプってのは隠れベイビーでした。好きな食べ物は何かありますか？英語でもね、こうやって質問を送ってきてくれてありがとうございます。桃とすき焼きです。好きなアニメトップ3、カードキャプターさくら、ローゼンメイデン、ラブライブです。一番好きな映画は何ですか？千と千尋です。ジブリが好きでもののけと悩みました。好きな YouTube 動画は、あつ森の島クリエイトの動画を見るのが好きです。あと、ディズニー Vlog もよく見ます。お洋服はどこで買うことが多いですか？基本マッシュが多くて、スナイデル、リリー・ブラウン、セルフォード、フレイ ID とかが多いです。それ以外だとエイミーとハリップも好きです。いつもつけてるアクセサリー教えてほしいです。よく動画に登場しているネックレスとリングはアガットのもので、時計はエテのものです。私もセルフネイルをしてみたいのですが、道具何使ってますか？また、始めてどのくらい経ちますか？セルフネイルを始めてからは2、3年ぐらい経ってると思います。基本100均のものを使ってて、でもライトとベースとトップコートは楽天で買ってるので、楽天ルームに載せてます。学生時代ハマったことや好きだったこと、いつも応援しています。ありがとうございます。私は今大学生なので、大学生の頃どうやって過ごしていましたか？私は小さい頃からお洋服と絵を描くことが好きで、いつも雑誌を読んだり、デザイン画を描いたりしていました。高校でファッション科に進んで、もう毎日のように服を作ったり描いたり、高校短大は課題に追われていました。でも、短大生の時は学業はほどほどにして、バイトして、毎日のようにカフェ巡りして、空きコマのたんびに学校のみんなとインスタに載せる写真を取り合いっこしたりしてました。一人暮らしはいつからされてますか？よくね、一人暮らしですかっていう質問来るんですけど、私は実家暮らしで一人暮らししたことはないです。今のところする予定はなくて、したいとも思わないかな。お家大好き。お姉さんとは何歳差ですか？お姉さんと仲良しの秘訣は？姉とは2個差です。仲良しの秘訣が自分でもよくわからなくて、母と姉に聞いてみたんですけど、そもそも私たちって性格も好みも本当に真逆で、小さい頃から得意分野も全然違って、なので兄弟で争うこととかが昔から全然なかったんですよね。でもアニメとかディズニーとか共通の趣味や話題はあるから、本当に話は弾んでっていう感じで、
だから本当に友達みたいにできてるのかなって思います。いつも楽しみに YouTube 見てます。ありがとうございます。生きていく上で大切にしていることだったり、座右の銘はありますか？大切にしているモットーはありますか？可愛くて大好きです。くむちゃんも。くむちゃんのこともありがとうございます。あんまり座右の銘とかモットーを意識して生きたことはないんですけど、人は人、自分は自分と思って、あんまりストレスをためないように、頑張りすぎないように生きるようにしています。こだわりが強いので、そういう風に思うようにしないと、すごく疲れちゃうんですよね。だから何事も無理せず、ほどほどに。あとは基本ネガティブ思考なので、あんまり自虐はせずに、自分のことを大切にたくさん褒めるようにしています。今フリーランスとのことですが、以前はどんなお仕事をしていましたか？以前は一般事務をしていました。今のお仕事をどうやって見つけたかと、お仕事内容を知りたいです。全部憧れでモチベです。嬉しいな。ありがとうございます。この質問もすごく多くて、フリーランスに興味があるっていう方もたくさんいらっしゃいました。私は今 SNS でのお仕事と、それとは別に動画制作のお仕事をしています。動画制作のお仕事は、TikTok に動画投稿してた時にインスタの DM からお話が来ました。フリーランスに興味があるっていう方はね、たくさんいらっしゃるんですけど、フリーランスはね、なんか職種にもよると思うんですけど、基本リスクがたくさんあるので、会社に属するのが苦手じゃなければ、会社勤めの方が、会社が守ってくれるので、そっちの方が安泰だとは思うんですけど、まあでも自分の好きな時に好きな場所で好きな分だけ仕事の調節もできて、そうやって仕事ができるっていうのは本当にいいなって思います。最近の購入品教えてください。最近購入したものの中でおすすめ品あったら教えてほしいです。多分この動画の1個前か後で紹介してるんですけど、ロンシャンのポーチです。これです。旅行用に買いました。ポーチなのでペットボトルとかは入らないんですけど、ミニバッグくらいの容量は入るので、自分で非公式のショルダーを買ってバッグとして使ってます。ナイロンなので、とにかく軽くて汚れもつきにくくておすすめです。今欲しいものは何ですか？次狙っているバッグは何ですか？今狙っているコスメは何ですか？服とかコスメは欲しいと思ったら割とすぐ買うので、今は思い浮かばないんですけど、そろそろ一生もののジュエリーが欲しいなと思ってます。でもピンとくるのがなかなかなくて、バッグは次は黒いバッグが欲しいです。今のところセリーヌのティーンニノかセーズが欲しいなと思ってます。愛用コスメ知りたいです。ジュディドールのメリハリパレットとか、あとディオールのラベンダーのお粉、あと真っ白なコンシーラーとかかな。結構ほとんどが愛用品で、以前持ってるコスメを紹介してる動画を載せたので、よければ見てみてください。お金の管理などどうされてるか知りたいです。特に何もしてなくて、使ってない分が溜まってるだけですね。NISA とかもしてたんですけど、別のとこの NISA に変えたくて、一旦全部今引き出してて、手続きしに行くのがちょっと面倒なので、まだできてないんですけど、なんか食費とかお洋服代とか、これにはいくらまでみたいなのは決めてないんですけど、口座とカードのアプリをスマホに入れてて、もう毎日のように見ています。月にお洋服にどれくらいお金をかけていますか？いつもコーデ可愛くて参考にしています。
ありがとうございます。洋服はバラバラですね。もう0円の時もあれば、受注会の時にまとめてオーダーして、10万近くいって、わーってなる時もあります。顔出ししないのですか？お顔がすごく可愛くてタイプなので、たまに顔出しでメイクなど見せてもらえると嬉しいです。なんか自作自演みたいに聞こえるぐらいありがたいお言葉なんですけど。YouTube では今後も顔出しはしないと思います。でも、インスタの方では、もう、たまーに載せてるので、漏れた時とか、写真撮って、メイクレシピみたいな感じで、ちょっと載せてみようと思います。体型維持のために何してるんですか？すべてが理想すぎて、本当に大好きです。おすすめのダイエット法を教えてください。ありがとうございます。でも、本当人様に言えるようなことは全然していなくて、強いて言うなら、毎日たくさんお水を飲むことと、朝晩のお散歩かなと思うんですけど、ここ数年ずっと体重の変化がなかったのに増えちゃったんですよ。なので、縄跳びを買いました。はい。空腹時の運動が痩せるのにいいらしいので、朝晩の散歩がだいたい食事前に行ってるので、その後縄跳びもして、ちょっと追い打ちをかけようかなと思ってます。はい。過去に紹介されていたと思いますが、ヘアセット、ヘアケア用品教えてほしいです。伸びてきたので、もう全部外巻きにしてることが多いんですけど、もう少し短いミディアムとかセミロングの頃は、レイヤーをしっかり入れてもらって、内巻きワンカールするセットが好きでした。ヘアケア用品はオルビスを使ってます。YouTube は何のアプリで編集されてますか？まやさんの編集可愛くて癒されます。嬉しい。もう編集のこと褒められるのが一番嬉しいです。ありがとうございます。VLLO を課金してて、カメラは iPhone 14 Pro で撮ってます。YouTube をやり始めたきっかけは何ですか？もともと自分の好きなことを発信するのが好きで、Vlog 見るのも好きだったんですよね。なので、まずは TikTok でショート動画を撮り始めました。で、短い編集がだんだんきつくなってきて、長尺の YouTube に切り替えたっていう感じです。あと、TikTok がなんか不正ログインみたいなされて、っていうのもあって、TikTok はやめたんですけど、いつも動画楽しみにしてます。動画の投稿頻度を上げる予定はないですか？一応ね、週1更新を目指してはいるんですけど、編集に時間がかかっちゃって、あと、更新頻度を上げるってなると、必然的にお家での Vlog が増えるんですよね。でも、おうち Vlog ってみんな好きですか？YouTube で PR を受ける基準などはありますか？まずは、私が興味のある商品か、そして皆さんにも興味を持ってもらえるような商品かっていうことと、あとは信頼できる企業さんかどうかっていうことですね。お金をもらって皆さんに紹介する以上、変なものは紹介できないので、なので自分が例えば日頃から使ってる商品とかは比較的案件として受けやすいんですけど、それでもあんまりいい噂聞かないなっていうサイトとかの案件は受けないですね。次、博多天神あたりで家族でフラッと行くのにおすすめのご飯屋さん教えてほしいです。難しいですね。私も教えてほしいぐらい。処方案は並ぶから、吉田とか移転して席数も多くなったみたいなので、比較的入りやすいかもしれないです。いつもどうやっておしゃれなカフェなど見つけてますか？いつもインスタのハッシュタグ、福岡ランチ、福岡カフェとかで地道に探して、自分と好みが似てるグルメ系の
インスタグラマーの方のアカウントを見つけたら、その方の投稿を遡って見たりしています。なにわ男子はまだお好きですか？そしてハマったきっかけが何だったのかも気になります。みちのことは変わらず今も大好きです。みちのことは母になるで知って、なんだこの美しい子はって衝撃を受けて、そこから推してます。なにわちゃんはまだお好きですか？ドーム参戦予定ですか？なにわのアリツアーは行かれましたか？ドームは行きますか？アリツアーはね、実は応募するのを忘れていて、もうほんとファン失格ですよね。ドームは大阪が当たったので、姉と旅行も兼ねて行きます。好きな女優さんや女の子のアイドルはいますか？松本若菜さんと畑芽育ちゃんが好きです。アイドルは、神セブンの時代は AKB にすごくハマってて、あと、プデュとかそういうオーディション番組が好きなので、アイズワンとかも好きでした。まやさんのお部屋理想的すぎるんですけど、断捨離とか物少ない秘訣知りたいです。部屋をきれいに保つコツ教えてください。断捨離は確かに得意かもしれないですね。使わないと思ったらもう即手放してますね。物は何でもかんでも買わないようにしていて、買う前に念入りに調べて、自分の持ち物とかとも照らし合わせて、本当に必要なものなのか考えて買うようにしています。部屋をきれいに保つコツは、使ったらすぐ直すことですかね。他に思い浮かばないな。でもできない時もあるんですよね。なのでその時はまとめて片付けてます。動画には綺麗な状態しか映してないです。お洋服の収納はどうしていますか？洋服は全部ウォークインクローゼットにかけて収納しています。シルバニアの収納どうしていますか？IKEA のサンナヘドで作った棚に飾ってる分以外は100均のケースに入れてます。今度バケパディズニーするのですが、まやさんはいつもどのプランで予約していますか？いつもその時によって違うプランで、この前はファンタジースプリングスを満喫っていう感じのプランだったんですけど、その前はショーを楽しむとか、アトラクションを目いっぱい楽しむみたいな感じのプランでした。自分たちのやりたいことに合わせて、それに合うプランを探して予約してます。ディズニー行くときはいつも計画立てて行かれますか？めちゃくちゃ綿密な計画を立てます。これはもうディズニーに限らず、旅行の時は私はもう絶対に立てます。こんな感じで、起床時間から就寝時間まで10分刻みで計画を立てちゃいます。計画立てるのが大好きで、もう計画立ててる時間もめっちゃ楽しいです。はい、次、クリスマスディズニーに行くのですが、押さえておくべきフォトスポットはありますか？いいな、クリスマスディズニーランドは、アイスクリームコーンの階段のところが可愛いと思います。C はマクダックスとかかな？でも、ポートレートで撮ると、クリスマスのディズニーはどこもキラキラ、ふわふわってして可愛くなるので、どこで撮っても可愛いと思います。ディズニーの YouTube、ディズニー Vlog 界隈で一番好きです。インパ予定ありますか？また見たいです。君に誕生日の日、どっちかインしますか？ありがとうございます。次のインパは、しっかり予約してるわけではないんですけど、ハロウィンに行きたいなと思ってて、ちょうど C も25周年のイベントが来年から始まるらしいので、ハロウィンに行けたらいいなと思ってます。彼氏さんはいますか？まやちゃんの恋愛事情が知りたいです。この質問がもう一番多かったです。パートナーの方は今はいません。いたとしても、動画に出てくることはないと思います。最近はもう結婚してる自分すら想像できなくなってきました。好きなタイプ教えてください。
心に余裕がある人、礼儀があって優しい、わわうるさくない人、いつもニコニコ私の話を聞いてくれるような人、あとは、いっぱい出てくる価値観が合わなかったとしても、押し付けたりせずに理解しようとしてくれる人がいいですね。くむちゃんの質問もちょっと少し来てたので答えたいと思います。一番お気に入りのくむちゃんの写真は何ですか？もうこれ多すぎて選べないです。絞れなさすぎる。ちょっといっぱいここら辺に出しますね。くむちゃんの体重を教えてほしいんです。この前のトリミングでは 5.4 キロでした。くむちゃんの好きな食べ物やおやつは何ですか？くむちゃんの好きな食べ物は、うどん、お米、あと、鶏肉かな？ささみとか手羽先とか。果物も割と食べるんですけど、グルメ犬なので、特に1歳になるまでくらいは、本当にご飯全然食べてくれなくて、フード探しがすごい大変でしたね。今は K9 に落ち着いてて、おやつは、この花畑牧場のクッキーが好きです。くむちゃんはお洋服嫌がったりしないですか？お洋服は、どうだろう。なんか好きではないと思います。すごい嫌な時は壁にスリスリしているし。でもなんか、くむちゃん寒がりなので、風邪ひいてほしくないし、来てもらってます。はい。でも家でずっと見とける時とかは、裸んぼに毛布をかぶせたりしています。大学の同じゼミに服とか持ち物とか真似してくる子がいて困っています。まやちゃんは真似されるの嫌じゃないですか？やっぱ学生時代はモヤモヤしてましたね。服とか小物とか。もう今は発信する立場なので、真似されるのは本当に嫌じゃなくなりました。私の、いいと思ってくれたんだ、嬉しいってなります。特に視聴者さんからのお揃い報告はもう本当に嬉しいです。はい。まやさんがお仕事を頑張れている源は何ですか？いつも可愛くて大好きです。ありがとうございます。仕事は好きなことやもののために頑張ってますかね。質問ではないかもですが、来年の春から社会人になるのでアドバイス欲しいです。なんか基本なんですけど、挨拶は絶対自分から元気よく笑顔でするように絶対した方がいいと思います。意外と気づいてないかなって時も気づかれてたりするので、私は結構後ろからでも見つけた瞬間、おはようございますって言いに行ってました。人間関係って本当に働く上で一番大事だと私は思ってるので、素直な姿勢でいつもメモを取るとかは絶対だし、あとは先輩のいいところとかはもう口に出して褒めたりすることもですね、大事かなって思います。今30歳で夢が弁護士なのですが、さすがに遅いですよね。全然遅くないと思います。もう弁護士なんて特に時間かかって当たり前だと思いますし、夢があるのって本当に素敵なことだと思います。これってなんか年齢が上がれば上がるほど本当に素敵なことだと思うので、頑張ってください。今後の夢や目標があれば知りたいです。YouTube かなだと、やっぱりチャンネル登録者数10万人ですかね。やっぱり数字の目標があった方がモチベも上がるので、でもまずは次は5万人を目標にして、来年中ぐらいに達成できたらいいなぁと思います。こんな感じで50個答えさせていただきました。今回、ありがたいことに100個以上質問いただいて、答えられなかったものもたくさんあるんですけど、答えられなかった方は本当申し訳ないです。でもまた違う動画でね、答えられたらいいなって思ってます。本当にいつもありがとうございます。これからもね、皆さんに見続けてもらえるような
動画を作れるように頑張るので、よければ見守ってくださると嬉しいです。長くなってしまいましたが、ご視聴くださりありがとうございました。